こんにちは。楢崎智です。野口昭代です。池田雄大です。今日は、オリンピックの報告も兼ねて何個かインタビューしていきたいと思います。お願いします。固定の、まずは、順位の報告と率直な感想を教えてください。僕は今回優勝を狙って出た大会だったんですけど、ちょっとそこには届かず4位に終わってしまいました。で、やっぱりその大会直前の調整であったりとか、自分の感覚では、絶対に優勝できるっていう感覚はあったんですけど、やっぱりその、初めてのオリンピックっていう舞台でやっぱりなかなか思った通り動けなかったりとか、いろんな感情もあって4位に終わってしまいました。私は東京オリンピック自分の引退試合だったんですけど、最後決勝で、3位でメダルを獲得することができました。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、結果的にはメダルを獲得できたんですけど、やっぱり自分のそのクライミングの内容だったりとか、やっぱり目標としていたメダルの色ではなかったので、もちろんその嬉しい気持ちと悔しい気持ちと、半々くらいですね。とりあえずおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。僕もめっちゃ応援してました。僕も映映ってたかな、中継でこうやってやってたんで。ランボールのやつでしょ。オリンピックを終えて、いろんな感情があったと思うんですけど、一番大きな感情っていうんですか、でかい感情とかありますか？なんだろう、悲しかったちょっとそれを言うのはあれだけど、それは、やっぱりオリンピックが2016年に決まってから、5年間ずっと、自分のパフォーマンスを上げるためにずっと頑張ってきたし、オリンピックのメダルの、優勝のために、モチベーションも高めてきた中で迎えた大会だったのに、やっぱりそこで狙った順位が出せなかったっていう気持ちですごく悲しかったです。しんみりしちゃった。しんみりしちゃった。ごめん。私は大会が終わった直後はもう単純にもう悔しくて、もういつもの大会と変わらなかったですね。大会が終わって、次の日朝起きて、なんでこの課題行って止まんなかったのかなとか、もうちょっといい登りできたんじゃないかなとか、やっぱり悔しくて、もう引退したのに、もうじゃあ次何のトレーニングしようかなとかそういうことを勝手に考え出しちゃってて、気がついたら次はこうした方がいい、次はこうした方がいいみたいな、その次の大会のこと考えちゃってるのに、実際に次の大会の予定がなくて、最初はすごい悔しいし、自分が思ってる集大成の登りじゃなかったなっていうのが終わった直後の感想で、そこからやっぱりメダルを獲得できて、すごいやっぱりたくさんの方から、おめでとうとかお疲れ様とか感動したよみたいなのすごいやっぱり喜んでもらえて、やっぱり自分の理想とはちょっと遠かったんですけど、すごく喜んでもらえて、やっぱりすごく安心したというか、そうですね、今やっぱりオリンピック終わってから2週間くらい経つんですけど、ちょっとこのすごい長い競技生活から解放されたなっていう感じがします。次なんですけど、スポーツ選手にとって地球で一番の大舞台じゃないですか、オリンピックが。人によるかもしれないけど、でその世界最大の大舞台で緊張はしましたか？めちゃくちゃしました。普段はあんまり緊張ってしないけど、オリンピックはやっぱり本当に、自分が違うっていうよりも周りが違うっていう感じがすごいして、環境だったりとか、その日本チーム選手団だったり、周りの応援だったりとか、大会の体制っていうものがやっぱりいつも以上にすごかったから、そういった中でやっぱり、特別な感覚に陥っちゃったから緊張したのかなと思います。明夫さんはどうですか？私は案外緊張しなくて、そうですね、むしろ今までの2019年の世界選手権とか、これまでの大会の方が緊張してましたね。オリンピックは今までで一番かって言われたら全然割と緊張しない方でしたね。すげえ。全然違う。美穂ちゃんも確か緊張してない。全然あんまり変わらなかったのが本当にですね。あとは
オリンピックだからっていう気持ちよりも私の中でこれが自分の最後の大会だからっていう気持ちの方がすごく強かったんで、オリンピックを意識するよりも最後の試合なんだなっていう意識の方が大きかったですね。その俺のコメントもちょっといいよトモア君とか今日さメンタルモンスターじゃん。メンタル強すぎるなっていつも思ってるけど、そのスピード終わった後とかさ、あ緊張したみたいな顔してたじゃん。俺がねそうだからトモア君とかが緊張しちゃうのってもう俺言ったら爆発しちゃうんじゃないかな感じで思ったのと、2人は分かってないと思うんだけど、テレビ越しに見てる人ももうなんか吐きそうなぐらい緊張するっていうのが確かに分かりましたね。本当にみんな手汗びちびちになってます。ありがとうございます。次は、他の選手、自分以外の他の選手、本当に何人なんですけど印象に残ったっていうかどんな感じでした？印象に残ってるのはコリン・ダフィー、アメリカの。もともとそのオリンピックが決まった瞬間はそのアメリカで一番強いクレーマーではなかったんですよ。でもアメリカそうワールドカップ初参戦みたいな感じだった今年が。だからそのコリンになっちゃったなみたいな雰囲気の初めは。でもその1年間伸びたことで急成長っていうか、やっぱオリンピックっていうものでモチベーションも得られたと思う。めちゃくちゃ伸びて、やっぱすごいその勢いがあったなっていう印象が。そうなんだね。強かったし、やっぱりなんだろう、守ってる感じが全くないから、常に攻め続けてる。アダムはやっぱり、俺もそうだけど、アダムも多分相当優勝っていうものを意識してて、お互いにやっぱりお互いにって分かんないけど、多分俺かアダムどっちかが優勝するだろうなっていうのがやっぱり思ってたから、こうやっぱり大会期間中もそんなにずっとフレンドリーっていう感じじゃなかったけど、最後終わった時にお互いダメで、なんかちょっとこうあれ俺たちの大会じゃなかったのみたいな雰囲気があって、ちょっとこうお互い優勝を意識しすぎたかなってのは思ったけど。なんかアダムがオリンピック終わった直後の写真がトマと2人のツーショットを上げてたのがちょっと印象的で意外だなっていうか、その写真をオリンピック終わってすぐに使うんだってちょっと思った。ちょっと嬉しかった。仲直りした。やっぱり現役で、最強の選手って言われてるし、戦えるってことはすごく自分的にはモチベーションだったから、もうお互い意識をしてたと思う。向こうも分かんないけど。そうだよね。なんかでもその観客側からしたらそのヤコブ選手がめちゃめちゃ熱かった。かっこよかったね。ちょっとヤコブは本当になんだろう、リードのスペシャリストの意地を見せたというか、予選もそうだし決勝もやっぱり両方1位でリードで。予選もね、ボルダーの最終課題前まではもう全体で17位とかかなり決勝も厳しそうだったけどね。みんなその国関係なく応援してたじゃん。最後いけみたいな。もうお前が完投しろみたいなスポーツの良さがね。しかもオーストリア自体も夏の競技でメダリストってほとんど多分いなくて、国からの期待とか、夏季のオリンピックでオーストリア人でメダルを取るってすごい多分国的にすごいことだから、めちゃめちゃプレッシャーもずっとあったんだろうなってやっぱ思ったし、しかもスタイルがかっこいいんだよ。上りのね、なんかこうやっぱり強くなるからみんなこうなんていうの、真っ向から受け止めないでさ、技術で受け流しながら登ってくる普通リードって。ヤコブは全部受け止め、正々堂々ボディーブロー全部受けて、それでも俺は行くけどみたいなスタイルはかっこよかったな。あとです補強？本当になんかファイナリストとか全員本当に印象に残ってるってくらいやっぱりそれぞれの物語があって、みんなやっぱりなんか本当にすごいなって感じてるんですけど、上から行くとやっぱり優勝したヤンヤは本人も多分 SNS とかに書いてると思うんですけど、やっぱり前日のもう予選のスピードで失敗しちゃった時点でもうなんかアイソレーションで泣いてて、らしい。でやっぱり傍から見るとヤンヤはもうボルダーとリードが強いからスピードなんてそんなにそこまで頑張らなくても本当に予選なんて余裕で通過できるし、優勝だってできるじゃんってやっぱり周り
から見たら思うけど、本人すごい努力してて、で予選のスピード失敗して泣いちゃって、やっぱり多分周りが思ってるほど自分がもう圧倒的に強くて余裕があるみたいなのって本人全然思ってなくて、最後の記者会見でももうファイナリストは全員強くて誰が勝てるかなんてもう全然分からなかったみたいなことをすごく言っていて、やっぱりすごい謙虚っていうか、あれだけ努力してるからこそ周りをも認められるし、自分がなんかあんなに努力してて勝ちまくってるのにそれでも勝てるか分かんないっていう、そのなんかなんだろう、ストイックさとかそういうなんか感覚がやっぱりすごいなって、なんか選手として立派だし、だから勝ち続けられるんだなっていうのはすごく思ったかな。見習わなきゃな。やっぱり全然その慢心が一切ないっていうその姿勢は本当になんかかっこいいし、あそこまで強くて勝ちまくってあんなに努力できるのは本当になんかすごいなって単純に思いましたね。男なんてすぐ慢心するから。それこそアダム選手とトマ君にもそういうプレッシャーがかかってるようなのが多分ヤンヤンもかかってる。まあ、ヤンヤの場合は多分その後から知ったんですけど、スロベニア自体って金メダリストが全部で多分3人しかいなくて、そのうちの1人がヤンヤで、多分スロベニアで金メダルを取るってもう本当にその国の英雄みたいなものだと思うので、メダリスト自体も多分10人もいなくて、で金メダリストも多分3人くらいしかいない中の1人だから、やっぱり国からのプレッシャーとかもすごかったと思うし、今までの実績的に言ってもやっぱり大本命で優勝するって一番難しいから、本当にやっぱりもう、嬉しかったのも分かるし、努力してきたりとか分かるし、私も単純にヤンヤが優勝して喜んでて私も嬉しかったし、すごいなってやっぱり思いましたね。で次で言うと、銀メダルの美帆はやっぱり私が一番この美帆がオリンピックに出てメダルを取るまででやっぱり一番すごいなっていうか大変だっただろうなって思うのはやっぱりキャスの問題で、出場のやっぱり世界選手権で2番手になったのに1年と3ヶ月くらいずっとそのオリンピック選手の2人目が誰になるかわからないっていうその期間はやっぱり想像できないくらいすごい辛い思いをしただろうなって思うし、なんか2人目のはずなのになんかやっぱりキャスの問題があって、なんだろう、ちょっと不利っていうかかわいそうなっていうかすごい辛い立場だったろうなっていうのがあったし、それをやっぱり乗り越えてのオリンピックで直前で怪我とかをしちゃって、怪我が多い選手だし、なんかそういうのもあってすごい長年美帆と一緒にやっぱり大会に出てきてすごく精神的になんか成長した証じゃないけど成長したなってのをすごい肌で感じました。大きな節目が終わったと思うんですけど、その今後の目標とかはありますか？漫画で言ったら本当にもう第2章まで次に進んでるあれなんじゃない。俺はやっぱり、直近の目標で言うと世界選手権が1ヶ月後にあるから、まずそこでの優勝っていうのが今の目標で、大きい目標で言ったらやっぱりずっと言ってるけど、世界選手権の優勝だったり年間チャンピオンだったり、あとはオリンピックっていうものが加わったから、この全部の優勝を含めてやっぱり今まで一番強いくらいまでっていうのが目標です。それはコンペシーンにおいてコンペシーンにおいてっていうのはあるけど、今の欲張り V17 に登ってみたい。 V17 やってみた。一番上一番上18作る行こう。どこで言うと5段プラス、いや全然6段7段じゃない。海外行かなきゃいけないの？海外7段。待って V15 が5プラで V16 が6段。6段プラス。多分6段プラス。海外にしかない。海外にしかいますね。企画で間違ってたら訂正しとくか。スタートが受けないらしい。誰ができてるの？ナーレっていう人ができてて、バーデンしかないの？いや、バーデンとリターンオブスリーポーカーっていうのがあって、その日本じゃないわかんないけど、
いきますか企画で。やばいよ。だってダニエル・ウッズわかる？わかるわかる。スタート受けないらしい。無理だ。4年間かけて登ったらしい。そう何万トレイ。オリンピック終わって、一番その変化があるのは私だと思ってるんですけど、引退だし次のオリンピックとか次のコンペは考えてないので、本当にもうここから先は今までやってきたことを本当に生かして全然違うこととかに挑戦していったりとか、それこそ第二の人生だと思うので、そうですね、今は本当にいろいろ考えたり見つけたりとか、そういう準備的な時期なんですけど、やっぱりオリンピック終わった直後ですごいご挨拶だったりテレビだったりすごい忙しくて、その忙しい中でやっぱやりたいことを見つけて本当に次につなげていきたいなみたいな時期です。ちなみにやりたいことって方向性的にはどういう感じなの？私のやりたいことっていうのはもう今までもそのメディアで言ってたりとか皆さんに本当にお話ししている通りで、やっぱりクライミングをもっともっといい形で普及していきたいっていうその普及活動と、あと今回のオリンピック日本人選手が誰も金メダルがやっぱり取れなかったのがすごく同じ日本人として、もちろん男子も女子もすごく悔しくて、次のパリとかもちろんロスとかでは日本人選手の金メダル見たいなってめちゃめちゃ思って、やっぱり日本でやってるのに日本人が勝てなかったりしたわけで、そういう金メダル取りたいとかオリンピック出たいとか、そういうトップアスリートとかのサポートとか協力できることがあったらいいなと思ってて、自分ではもう金メダルは目指さないんですけど、日本人選手に金メダル取ってほしいなってすごく思いました。いけないの？秋代コーチスピード。ボルダーリードもそうですし、スピードはまずはオリンピックに出るところがあると思うんですけど、やっぱ日本人選手を応援していきたいなってすごく思いました。次は、ファンの皆さんに、一言お願いします。これは多分結構かぶっちゃうかもしれないけど、やっぱり今回1年オリンピックが伸びたりとかそういった中で、さっきはもっと強くなれるじゃんっていうことをモチベーションにやってたっていうのはあったけど、やっぱりすごく長かったし、なかなか思う通りにいかない時期も結構あったけど、やっぱりその中で頑張れたのはやっぱりこの中でも頑張ってっていう応援だったりとか、楢崎選手が金メダル取るのを期待してますっていう声だったりとか、そういったのがあったから頑張れたなと思うから、本当にそこは感謝してます。ありがとうございます。これからもお願いします。そうですね、やっぱり私もこのオリンピックに向けてもそうですけど、私がそのワールドカップで始めたり、本当にクライミングがオリンピックとか関係なくずっとマイナースポーツでやっていた時からやっぱりずっと応援し続けてくれてる人とかっていうのがずっといて、だから自分がここまで長くずっとやってこれたっていうのはありますし、本当に家族だったり身近な人、トレーナーさんだったりコーチだったりスポンサーさんとかもちろんですし、地元の応援とか日本国内とか、世界中からの応援とか、本当にたくさんの方に応援し続けてもらえた競技人生だったなってすごく感じるので、やっぱりその感謝の気持ちをこれからの自分の活動で返していきたいなって今はすごく思っていて、本当に一番私のやりたいところはそこに本当につながってきます。これまでたくさんその応援を感じてきたからこそ、それをお返しできるというか、皆さんの期待に応えられるような活動をしていきたいなと思って、それが私の一番本当にやりたいことです。これから上り以外で返してくる？そうですね、本当に成績を出してくれる子は日本にいっぱいこれからも出てくると思うので、私にしかできないこれからの活動をしていきたいなと思います。楽しみです。すげえ遠くから東京オリンピック応援ありがとうございました。次は世界選手権での優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。競技生活は終わりましたが、これからの私の活動にも、ぜひ期待していてください。これからもよろしくお願いします。スピードワールドカップソウル行ってきます。かっこいい。
じゃあねこちらが実際のオリンピックのメダルになります。なんかすごい日本の技術が詰まった木の箱に入ってます。なんかこれ入れ物の下になぜかオリンピックのピンバッジが入ってます。見えない見えピンバッジが入ってます。多分これメダリストしかもらえないんじゃないかっていう。ない。これ鹿じゃない。鹿が入ってる。鹿が被ってんじゃないの？違うよ。鹿じゃなこれが実際のメダルで、こっちが表らしいです。このなんかアテネのマークは全てのオリンピック同じ柄で、こっちが毎回そのオリンピックごとに違うらしいんですけど、これは東京デザインです。でここになんか種目名が書いてあって、これはスポーツクライミングの女子のコンバインドなんで、これが彫ってあるのは多分世界に一つだけ。おお。ほぼ金メダルじゃない？そう、もらった時金メダルかと思いましたそしたら実際の金メダルはもっとめちゃめちゃ黄色かった。なんか今までの歴代のメダルの中で一番重いらしくて、1個 500g くらいあって、でこのなんか紐がここから生えてるっていう。歴代のオリンピックの中で？そう、歴代のオリンピックの中で一番大きくて重いメダルらしいです。加藤。I don't know if you are from outer space, but I can tell you, girl, I'm enjoying the race.